どうも皆さん、のぞみです。ちょっと急遽今日はモンスター X のラッシュアワーを暴露したいと思います。最初に見ていっちゃいましょう。なんかこれショヌが今入隊してるから、今5人なんだね。で、ショヌのこと、ショヌのためにも祈りましょうね。とっても軍は大変だから、そんな軽く思っちゃいけないですね。ですね。ちょっと待って。まず言っておくんですけど、ラッシュっていう、急げって意味じゃないですか。早く走れみたいな、ダッシュ。だけど、これをまず先に、聖書と比べてみましょう。聖書といちいち何でもかんでも結びつけるクリスチャン、すごいうざく感じるかもしれないんですけど、でもこの聖書は神様の御言葉なんですよ。これが、あの、なきゃ、もう本当に人生やばいから。私、この聖書読んでなかったら、もう今の人生は本当にないと思います。とにかく、えっと、急ぐことについて、ちょっと聖書から知恵をもらいましょう。まず、信玄の6章の18節からいこう。で、この16節から19節は、主が憎まれるものを6個書いてあるわけなんですよ。で、その一つとしては、18節に書いてある、邪悪な計りごとを企む心、悪に向かって速く走る足っていうのが主の憎まれることなんですね。モンスター X がこの急げ急げとかって言ってるんじゃないですか。これがさ、主は好きじゃないってことなんだよ。あの、このモネクが悪に向かって速く走ろうぜって直接は言ってないよ。だけど、歌詞的に見ていくと、もうなんつうの、なんか急げお前らみたいなあの、早く走っていこうっていうことを大体伝えてるじゃないですか、ダッシュしろって。それがさ、そんな急いでいくと、その主が自分のためにあるものを見逃しちゃうし、その自分が、あの、ちゃんと落ち着いて判断することもできなくなるってことなんですよ。で、この同じようなことも、イザヤの予言にも書いてあるんですよ。59章の7節。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの思いは不義であり、彼らの道には破壊と悲惨がある。このモンステックスのラッシュには、高速道路を素早く走って、あの君に向かってとかって言ってるから、これちょっとどういう意味なのか、そこはあんまりちょっと解説できないんですけど、彼らが血を流すために早く行こうとかって言ってないから、これ違うじゃんって思うかもしれないけど、だけど、そんな急いでいくと、事故るよってことなんですよ。はい。まあいいや。で、次、このジュホンのラップなんですけど、とても心がこれ見て悲しかったんですよ。そもそもなんでラッシュについて話していこうと思ったかというと、ジョホンのインスタに、このラッシュアワーの自分のラップの部分の、えっと、そのミュージックビデオのために撮った動画を載せてたんだけど、それ見て、あのデモニックポゼッションあるんだなって、その時すぐ分かって、これちょっとラッシュアワー見てみようっていう風になったんですよ。で、やっぱりここでもミュージックビデオで見せるんですけど、ちょっとサブ消そう。はい、ぽい。ここ、ジュホンのラップなんですけど、ね、ここじゃなかったかもね。次のとこか。だけど、ジュホンの、ごめんね、顔がちっこい。まあいいや。
この髪型について話していきたいと思ってるんですけど、ちょっとお団子が2つあるんだけど、彼のインスタにこの、なんていうの髪型で写真を撮ってるんですけど、あの、なんかキャプション書くとこあるじゃないですか。それのところに、その悪魔のね、絵文字とか書いて、あー悪魔に洗脳され、もう影響を受けてる本当に。で、ジュホンが、まあ、小さい時は教会行ってた、ドラムやってたなんだらっていう情報あるんだけど、その実際の動画とかもあるし、本当のことだと思いますよ。ジュホンが教会行ってたとかっていうのが。まあ、その教会が本当に神様の好まれる教会かは知らないけど、今は完全にそうじゃないことがわかります。ジュホンがもう神様から離れてて、もう完全に悪魔に影響を受けている状態になってるから、本当に彼らのために祈ってください。私も本当に彼らが救われることを願っています。ああ、そう、ここ。このね、後ろにスクリーンみたいなのがあって、みんながあの、アクターみたいな人たちが、こなんていうの、ジュホンを、なんか、なんていうの、捕まえようとしてるって言い方あってんかな。まあ、襲ってる感じがするじゃないですか。これが、ディモニックポジションで、なんていうの、ディーモンが彼をアタックしてるっていうことを表してる。表してますよ。あの、こサタンとかを崇拝してると、もうこうなりますよ、本当に。自分がサタンを崇拝してるっていうことを認識してなくても、とにかく神様と一緒でない人は悪霊に影響を受けてます。で、悪霊だって、この神様から離れてる人が自分たちの家だから、永遠にジュホンみたいな人を襲ってるわけなんですよ。ジュホンだけじゃないし、この森くみんなそうだと思うよ。で、もう IM ね、もうとにかく IM は本当にやばくなった。デビューの時と比べて。なんかね、もう IM じゃないんですよ。本当に。なんかね、万端のテヒョンみたいな感じになってると思う。あれさ、なんか、あとね、ここ、サタン、ほらほら、この旗赤と黄色があるじゃないですか。で、なんで赤と黄色の旗を使ったと思いますか？その、何回も言ってるけど、この何万ウォン何十万ウォンも、これ、ミュージックビデオに使って、適当な旗を選んでるわけじゃないから、本当に。赤と黄色。これがどういう意味なのかと言いますと、その、サタンのね、サタニストたちが、の時に使う色の意味のウェブサイトがあるんですけど、この赤、英語なんですけどね、ちょっと訳してあげますよ。ここ。For Satanists, a spell performed with the color red can represent sexual desire, revenge, and aggressive magic. It is also used as a focus of the will and to remove obstacles. Aggressive magic に注目してほしいんですよ。今回のテーマは何ですか？急ぐことです。rush。アグレッシブじゃないですか。その急ぐことが。だから、赤っていう色を使ってもおかしくないじゃないですか。アグレッシブに行こう。早くしようっていう。うん。はい。で、黄色。で、これがね、これもエネルギーとかを表すみたいなんですけど、そうそう。サタニストにとって黄色は、
Yellow can add to energy of spell work and it can also influence the mind and intelligence. だから、要するに、そのおまじないを強くする色、この、influence the mind、こう、マインドを、影響する色だから、そのアグレッシブな赤を黄色と一緒に混ぜることによって、これをファンたちは、アグレッシブに行くことを、影響されちゃうんですよ。自分はアグレッシブに行くんだ、待っちゃダメなんだ。ほら、あるじゃん、なんか YOLO みたいな。あなたは人生一度しか生きないから好きなこと全部やりなっていう。人生短いから好きなこと全部やりなっていうのは、結局、いつ死ぬかわかんないから急いで全部やっちゃおうっていう、あの、ことなんですよ。こういっぱいお酒飲んだり、ね、こう自分の欲を全部満たして、あの、若いうちに全部好きなことやっちゃえっていうことなんだけど、これがね、もう全くこの曲はアグレッシブに行くことをファンたちに伝えてるわけなんですよ。だからね、良くないよ、本当に。で、ここでもセイタニックカラーズ使ってます。サタンの色、赤と黒です。ホニーがこの、まあいいや、ごめん。ちょっと悲しくなる、本当に。だから、ちゃんと話せるかな。だからこの悪魔みたいに角生やしてさ、踊ってるのもさ、だってたまたまなわけないじゃないですか。ミニョクの青、赤、紫。青と赤はね、他の動画でも言ってるけど、二元性を表しています。その火と水とかっていうやつね。で、この紫っていうのが、ルシファーの色なんですよ、実は。だって赤と青を混ぜると紫になるじゃないですか。とにかく紫がルシファーの色だと覚えればいいんですよ。本当にこれ難しくないんですよ。もうどのミュージックビデオにも赤と青はありますし、紫だっていっぱい使ってますよ。バンタンとかさ、I purple you とか言ってさ、そのルシファーですよ、本当に。で、こう、もう、この前のさ、あの、米国で行われたロサンゼルスのさ、コンサートでも、みんなファンたち紫に染まって、コンサートに参加してる写真とかいっぱいあったけど、もう完全にルシファーに染まって、ルシファーを崇拝する人にキャーキャー言ってるわけなんですよ。もう本当に狂ってるこの世の中。待って、ちょっと待って、今、やっぱりね、ほら、あのーチャンギュンがさ、悪魔の角やるから。見たなんかちょっと待って、ごめん、うまく撮れない。もうこれね、だってたまたまじゃないって言ってる。本当に。またやるの流した。でも絶対見たよね、みんな。あの、ごめん、顔超事故ってた。ごめん、気づいてなかった。だけどさ、もうこれを見ることによってめっちゃ早くやればさ、ファンたちだってそんな気づかないよ。だけど、こういう悪魔の角とかやって、見てる人におまじないかけてます。また、もういいや。だからさ、そんな、なんていうの、本当にこれ、なんていうの、悟るの難しくないから。チャンギョン、本当にもう影響されまくってる。ソロだってさ、超ブラスフィームしてさ、もう、嫌だよ。あとさ、これさ、思うんだけど、ヒョンモンがいる部屋はさ、青じゃん。青と黒やん。で、さっきのジュホンの部屋が赤じゃん。だからまた二元性だよ。ほら。これと、これ。二元性だよ。同じようなさ、部屋の構造もしてるじゃん。
グリーンがあって、あとこれもキヒョンがいる部屋の後ろに、六芒星があるんだよ。ほら、1、2、3、4、5、6。これ、しかも、ヘクサゴン。ダビデの星とか言うけど、これ、あの、そもそもね、このイスラエルの旗がなんでこの形してるのかっていうと、ソロモンが、ダビデ、ダビデが王の時に、主がさ、他の国の人と結婚すんなみたいな、あの、その人たちは、異教とかを、異教の神を崇拝してるから、影響を受けちゃうから、そういう人と関わっちゃいけないっていうふうに言ったのに、結局、ソロモンかダビデか忘れたけど、が、そういういろんな女と結婚したから、そういう異教の、異教に影響されて、こういう六芒星とか使うようになって、イスラエルの旗にこうついちゃったんだよ。だから、こう六芒星見たら、もうレッドフラッグですよ、本当に。ああ、本当に悲しくなる、こんな。ほら、今はっきりあったじゃん。でこれはだってさ、あの、ヘックスそう、おまじない。ほら、普通にあるやん。これが見られない理由がわかんない。もうだって、何の、何のためにお金かけてんの？ごめん、なんか、自分があんなに好きだった人たちが実はこの本来の姿がこれっていうのもなんかちょっとすごいちょっとディプレッシングだから申し訳ないけど、ちょっとね、声に疲れが出ちゃいます。でこれもだって、こう何もシンボリズムとかないけど、なんかもう完全にサタンに影響を受けてるようにしか見えないんですよ。服がさ、黒で赤い髪色してさ、サタンの色じゃん。で、この木とかも燃えてさ、なんか世の終わりか、なんか地獄みたいな風景で、もう私は悪魔しか見えない、本当に。で、同じようにね、赤とさ、黄色の旗があって、これでアグレッシブに行くんだっていうことをファンに伝えてるわけですよ。あ、ほらほらほら、なんだっけ、これなんかいいですみたいに言うんだけど、ほら、これね、違う方が見やすいんだ。だけど、このいいですっていう時に、これじゃないな。うーん、これかな。ダンスプラクティスだとね、はっきり見えたんだよ、666。これじゃなかった。あ、これだ。ほら、ちょっと待って、遅くしてあげる。これで遅くするのかな？ほら、見えるでしょ、はっきり。ほら、666だよ。もう、サタン、本当に、ほら、画質良くしてあげるから。6、6、6。これ OK じゃないってば。なんでさ、このいいですって言って、OK ってやってるの？悲しい、マジでもう。だってこの悪魔の角みたいな頭してさ、666やってさ、偶然なわけないじゃないですか。ほら、みんなやってるって。ほら、no shame, no shame. もう、起きて、本当にみんな。ちょっと待って、これ、鬱陶しいから。で、またね、悪魔の色、赤と黒、サタンです。
でこれも、ほら、これ、悪魔の角。で、これもさ、いや、だって、たまたま小指が上がっただけだよって、うん、そうかもね。だけどさ、あのー韓国のダンスってね、揃えてなきゃダメなんだよ。揃えてないと、マジで怒られるしさ、自分だってね、このダンスのカバーとかもしてたから超わかりますよ。本当に、このちゃんと指がこうじゃないとダメなん。だけど、魅力だけ、このさりげなくこうしてさ、指を上に刺すんだったらちゃんとピッて指を上に刺すんだよ。だけどこれはさ、小指が上がってさ、こうさりげない悪魔の角のサインしてさ、たまたまなの？たまたまじゃないと思うよ。だってね、ダンスプラクティスでもね、やってるんだよ。ほら、これ、ミルク真ん中でしょ？いくよ。ほら、ほら。で、他の人もね、ちょっとね、さりげなくやってるよ。ほら、ちょっとさりげなく小指上げて。呪いだって。悪魔の角こういう風にやってさ、呪いかかるんだよ。別に私のことバカにしても全然構わないよ。私はただ真実言ってるだけだから。で、またね、サタンの色して、もうノーシェイムだよ、本当に。もう悪魔隠れてないって。悪魔のは時間がもう遅くなってるって分かってるから、もうこんな隠れてる場合じゃないって悪魔だって分かってるから、はい、これで終わりなんだけど、ね、まあさっきのさ、この、ジュホンにインスタに載ってるやつ、これなんだけどさ、はっきり、もう悪霊たちに襲われてることを伝えてるんですよ。で、自分が見た昔の夢についてちょっと話すと、なんかちょっとね、似たような夢を見たんですよ。結構昔かな、去年かな。もうどれくらい前かは覚えてないけど、なんかね、ちょうど悪魔に襲われてるジュホンの夢を見たわけ。そのアルバムの MV を少し夢の中で見れて、相変わらずジュホンが激しいラップで登場してて、夢の中では彼黒髪だったんだけど、目に光がなくて、すごく疲れてそうだったんですよ。夢の中ね、話は。で、彼が床で寝てラップしてるシーンがあって、今回のカムバとはあんま、なんていうの、全く似てないんだけど、床で寝てラップしてるシーンで、彼の後ろに思いっきり悪魔がいたんですよ。そして、あの、それで黒い蛇にその悪魔が変わって、ジュホンの首をガブッつって、で、コントロールされながら蛇に噛まれてすごく痛そうで、泣きそうな声、泣きそうな顔をジョハンがしてたんですよ。すごいかわいそうに思えてくる、本当に。で、そういうこう悪魔に影響を受けて、悪魔に、なんていうの、支配されながら、この仕事してるって考えると、すごい心が痛くなるし、こんなことになってるのはジョホンだけじゃないと思いますよ。みんな K-POP の人は悪霊たちに影響を受けてる。こう歌詞で、英語の方の歌詞なんだけど、The rich are the greedy. The rich are the greedy. It's just us. もうなんかね、こう急いでリッチになろうっていうことを言ってるかはわかんないんだけど、大好きなところがあるんだけど、詩篇の39章の6節に、これ、日本語だとね、ちょっとうまく意味が
伝わんないんだけど、確かに人は影のようにさまよい、彼らは虚しく騒ぎ回ります。たとえ富を蓄えても、それが誰のものになるかを知りません。毎回読むと笑っちゃう。人間はもう、俺のだ、俺のだっつって、いろんなものを集めて、急いで、もう全部手に入れようとするけど、wealth とか riches が結局は誰のものになるのかわかんないんです。それに誰のものになるかって言ったら、神様ですよ。結局、最後の日には全部燃えちゃうんだよ、地球のものが。だからそんな何でもかんでも手に入れて、もう急いで全部集めろって、全部自分のものにしたって意味がないって。エクイゼアスティス、この伝道者の書、2章の10から11にも同じようなこと書いてあるんですよ。私は快楽のためなら何でもした。苦労さえも惜しまなかった。しかしどうであろうか。手に入れてしまった後、私がしてきたあらゆる事業と、そのためにした苦労を考えてみると、全く虚しいとしか言いようがない。この地上には益になるものなどないのである。もうこれね、ソロモンっていう世界で2番目に知恵のある人が言ったんですよ。1番はイエス様ね。この人間、ただのイエス様は100%神様100%人間だったんだけど、100%人間でしかない人の中でソロモンは一番知恵があったんですよ。そこで、この全部快楽のために欲しいもん全部手に入れて、それを手に入れる努力も惜しまなかったけど、考えてみると、全く虚しいって言ったんですよ。だからもう、このモネクがこのプロモートしてるようなさ、急げ急げって、全部手に入れろとかって意味がないんですよ、結局は。だから、そんな急がないで、神様がなん自分のためにあるものをゆっくり楽しんでいいんですよ。神様だって自分のタイミングで全部くれるし、早くくれ早くくれって人間は思ってるけど、こう神様はいいタイミングでくれるから、全く遅れることはない。私たちは遅いな神様とかって思うけど、神様は、いや、お前らが急ぎすぎだよって思ってるから。こんな人たちを追ってる場合じゃないんですよ。世の終わりは本当に近いし、もうなんか、本当に時間がないんですよ。クリスチャンであるなら、もう神様と遊ぶのやめた方がいいですよ。キリストがもうそろそろ戻ってくるような時代でさ、K-POP を追ってる場合じゃないじゃん。私たちは今何するべきかっていうと、ゴスペルを広めること、まだ救われてない人たちのために祈って積極的に伝道することで、悪霊を人から追い出すこと、病気の人を治すこと、もうとにかくイエス様がやったことを私たちが今やってなきゃいけないんですよ。神様もさ、自分が行く前に、私のように生きてほしいっていう思いがあったんですよ。だから私たちがそういうふうに創造主から言われたのに、こういうふうに遊んでさ、この、イケメンな、モータルな人たちを追ってさ、何の益があるん？私たちはこういう人たちを追って何のためにもなんない。そうじゃなくて、救われてない人のためにさ、今日何かできないかなとかって、そういうふうに考えるべきですよ。まあそんなことで終わりにしよっか。はい。目覚めましょうね。で、これ、あのーまあね、自分は目覚めてるけど、友達がまだこういうのにハマり込んでるとかだったら、その人のために祈りましょう。で、この動画を送ってもいいし、神様のために生きていきましょう。ではまた今度。じゃあね。